どうも皆さん、カイトです。柴犬が魂を回収するタワーディフェンス、犬神ディフェンダーズをご存知でしょうか。こちらは2023年7月18日にチームで早期リリースされたゲームになります。早速17時間ほどプレイして5ステージまで全てクリアしたんですけど、やめ時がわからない中毒性タワーディフェンスでしたね。リブラゲームズのネス様から20分プレイしてもらったら面白さがわかると思いますと熱いメールをいただいたので、このジャンル未プレイ勢として挑んでみたら想像以上に面白かったです。今回は犬神ディフェンダーズという作品をできるだけコンパクトに紹介します。では早速やっていきましょう。まず犬神ディフェンダーズってなんやねんって方いると思うんですけど、主人公のサニーが犬と一緒に戦うタワーディフェンスゲームです。守るキャラクターを選択し、陣形セレクトでフォーメーションを選び、6体のユニットで敵を駆逐していきます。キャラクターは後になると5人になるんですけど、サニーが能力的に一番強いです。フォーメーションはブレイブハートがオーソドックスですが、自分の好みに合わせ選択することが大切ですね。なぜか彼女を守るキャラが6人存在するんで、彼らを最強に育てながら守りきるのが勝利の要です。攻撃モードと修行モードの切り替えが非常に重要で、隙を見て修行モードに切り替えてレベルアップを狙い、マックス5レベルになったらソウルボーナスでクラスアップをします。クラスは3段階まで引き上げ可能で、上位種になると団地で強くなります。特に上位種である忍者、暗殺者、剣闘士、侍は火力がやべえので後方部隊に配置すると安定しますね。ざっくりとクラスはこんな感じ。また敵を倒すことで魂というアイテムが出現し、柴犬ちゃんで回収するとランダムなアイテムが選択できます。これはパッシブバフのようなもんなんで、1体にバフをかけるものから全体的に影響するもの、回復の食料などを選択できます。この選択も非常に重要になってくるんで慎重に吟味しましょう。やられてしまった場合やステージクリア後に得得できるお金でタイトル画面のスキルボードで永続バフもかけれるんで、これらも攻略に欠かせないキーになってきます。基本的には攻撃と修行を素早く切り替えながら敵を倒し、サニーを守りきるギリギリの攻防戦が楽しめる。流れとしてはこんな感じ。次におすすめポイントになるんですけど、中毒性抜群のリトライ重視のゲームバランス。正直に言うとタワーディフェンスはプレイしたことなかったんですけど、苦手意識があったので躊躇してました。しかし実際にプレイしてみるとドハマりするぐらい面白かったです。最後尾にいるサリーちゃんを守るだけの単純なゲームでありながら、6人のユニットを効率よく育ててクラスアップしていくなど戦略性がめちゃくちゃ高いです。いかに全体的にレベルアップをかけていくのがいいのか、それとも1体を超強力にして迎え撃つかなどめっちゃ考えさせられましたね。敵は左から右に流れてくるだけなんですけど、地上から攻めてくるものから浮遊して攻撃してくるものなどクラスによっては攻撃を与えられないのも配置が重要な要素です。5ウェーブごとの区切りで出てくるボスに全然ダメージを与えれないこともよくあるんで、やっとの思いでいいところでやられてしまっても次なら絶対もっとうまくいけるはずと何度も挑戦してしまいます。これが中毒性ってやつか。ウェーブ数は20から30とステージによって違うのも面白いですし、ワンモアチャンスという稀に起きる連続パッシブも凝ってましたね。17時間もかかってしまいましたが、クリアした後は何とも言えない充実感がありました。次に気になるポイントなんですけど、難易度はバリ高いのと BGM がずっと一緒。序盤の1名ですらクリアできない人には全く進めなくて諦めてしまうのが特徴。自分も最初のボスに全然ダメージ与えられない状態が続いて、ほんまにこれクリアできる仕様かと思ったほどでしたね。マジでコントローラー投げそうでした。ですがこれはスキルボードでの永続強化や6人の拡張性を理解するためのチュートリアルだと思ってプレイするのがおすすめ。ちょっとしたコツをつかむと3回目あたりから活路が見出せてくるので諦めないでほしい。あと BGM が5ステージとも全部一緒なのが気になりました。中毒性を高めるために同じ音楽を使ってるのはいいんですけど、長時間同じステージをプレイしている感覚に陥ることがしばしば。このゲームは早期リリースなんで本リリース時にはブラッシュアップしてより中毒性を生んでほしい。最後にまとめになるんですけど、中毒性抜群のリトライ性のゲームをプレイしたい方で柴犬と FF チックなデザインに惹かれた方にぜひプレイしてほしいのが犬神ディフェンダーズ。柴犬の出すタイミングを間違って本体にダメージを食らい発狂し、慌てて攻撃に転化しようと思ったら修行モードで発狂する。よかったら皆さんも柴犬でワンワン言わしてモンスターを討伐しませんか？
か？きっと犬神ディフェンダーズより容体のソウルドッグの方がかっこいいのに攻めた名前でリリースされてるなって思うこと間違いないですよ。このチャンネルではインディー作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではでは、またの機会にカイトでした。